ゲストは冒険デジタルクリエイター合同会社の野星隆と申します。キャラクターって架空の存在なんですけど、その世界で本当に生きてる生活感の感じられないテキストになるとすっごい薄っぺらくなっちゃうんですよ。都合のいいことばっかり喋らせてたら全然生きてる感じは出ないので、説明台詞ばっかり喋るキャラクターがいますっていうのはゲームシナリオでも絶対バツなんですよ。最近の主人公がどうこうで俺らの頃はとか言っちゃうんですけど、違う、今の子たちはそれがいい、何か理由が必ずあるので、いやー言ってるわ。クローブチャンネル。皆さんこんにちは、黒帯チャンネルです。これまでですね、レベルデザイナーのお仕事だとか、声優とモーションアクターの世界だとかですね、ゲームの業界お仕事シリーズというのをいくつかやってきたんですけど、実はこのシリーズありがたいことにですね、業界内でも見てくれてる人が結構いるということで、評判いいということなので、継続的にやっていきたいと思ってます。今日ご紹介しますのは、ゲームのシナリオライターのお仕事です。以前ですね、古町くんと一緒にアナログとデジタルのゲームシナリオライターの仕事を扱ったことあるんですけども、今回はですね、切り口を変えてゲームのシナリオライターの仕事に迫っていきたいと思います。ゲストは冒険デジタルクリエイト合同会社の代表、諸星隆さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ただいま、ご紹介で預かりました。冒険デジタルクリエイト合同会社の代表を務めております、諸星隆と申します。ゲームシナリオライターという形でデジタルゲームの制作に携わっていまして、制作チームに加わったりとか、外部でシナリオ制作を請け負ったり、という形で今活動しているところです。冒険デジタルクリエイトって冒険ってついてますけど、はい、どういう会社なんでしょうか？そうですね。冒険企画局という、創作者グループ集団が私も所属しておりますが、何度も黒帯チャンネルのお名前が出ているということですが、その冒険企画局のグループ会社という形で、2023年の6月に設立されました新しい会社ですね。デジタルゲームの受託開発を中心に請け負って今活動しているという会社になっております。シナリオ以外もやられてるんですよね。そうですね。中心としてはシナリオ、それからゲームテキスト、あとクエストの作成とか、RPG だとサブクエストとかいろいろたくさんあるんですけども、作成したりとか、あとは運営に携わっているスタッフもいたりまして、デジタルゲームの制作チームとして活動しております。諸星さん自身はご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、グループ SNE 所属からフリーになられて、いくつか著作もあってですね、その後デジタルの方に移られてというか、両方やったりとかしながらって感じなんですかね。そうですね。もともと自分の経歴としてはライトノベル書いてまして、グループ SNE さんにお世話になっていた時も最初はライトノベルのお仕事いただいて、その後テーブルトーク RPG のお仕事いろいろとさせていただいてっていう感じで、その頃はデジタルの話はほぼなかった感じですね。SNE さんから外に出ることになりまして、もう10年もうちょっと経つのかな。その間に小説の仕事もしつつ、他のライター仕事もしつつ、デジタルの仕事をポツポツやっていて、何年か前にデジタルゲームの大きなタイトルのシナリオチームに加わるという形になって、そこからデジタルゲームのシナリオの制作っていうところにしっかりと関わっていくっていう、そういう流れになってますね。なるほど。シナリオライターとして活躍されつつも、僕が今日ね、話聞きたいなと思っているところは、諸星さん、専門学校でシナリオライターになりたい生徒さん向けの先生をやられているということで、僕も我流でシナリオライターやってきてしまってもいるので、どういうふうなことを教わっているのかとか、そっちの切り口からも、シナリオライターのお仕事について深掘りしていければなと思っております。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では早速なんですけど、ゲームのシナリオライターの仕事って、具体的にどんな感じで進むんでしょうか？小説から僕はシナリオライターになってるんですけど、小説は当然ですけども、作家が全部考えるので、一から全部考えて。無からね、こういうの書こうって決めて書いていって、ゲームの場合はシナリオってスタートラインにない場合もありますもんね。そうですね。プロデューサーさんとかディレクターさんとかっていうのの意見があって、それに沿ってシナリオから作っていこうっていう場合もありますし、世界観こういうのみたいな感じで固まっていって、それに沿ってお話を作っていこう。この世界観とかこういうゲームのイメージでキャラクターが必要です。ステージが必要です。その中でストーリーが必要です。それらを踏まえてちゃんと合ってる話を作ってください。お話、起承転結を作るっていうのはライターの仕事になってくるので、ストーリー制作っていう部分になってきますね。大きくストーリー制作を分解すると、いろいろキャラ設定を作ったりとか、まず第一段階プロット作ったりとか、いくつか段階があると思うんですけど、全部の現場がそうじゃないと思うし、プロットだけができてる場合とかいろいろあると思うんですけど、大まかにどういう順番でやるもんですか？そうですね。ゲームの場合はキャラクターから先行する場
場合が多いですね。主人公格であったりとか、メインになるキャラクターっていうものをまず単独で決めて、ビジュアルのイメージとかすごく大きいので。あとど真ん中のキャラ決めないと、周辺のキャラクターを決まらないですよね。真ん中のやつがケチなのに、周りのやつもケチみたいになると意味わからなくなってくるから、こいつがケチならこいつは違うとか、こうね、分けていったりとかってありますよね。設定面とか、設定がまずスタート。そういうのをベースをまず固めて、そこをちゃんとディレクターとかプロデューサーとかと話し合って、あとシナリオチームのリーダーがいるんだったらちゃんとまとめてもらってっていうことから始まって、実際に物語を作っていきましょう。その時は必ずプロットからっていう話になりますね。いきなりシナリオを書くってことは絶対にありえなくて、オープニングがあります。こんな感じでキャラクター出てきて出会います。RPG とかだったらじゃあこの辺で戦闘挟みます。みたいな感じの流れも含めた上でお話作って、打ち合わせを重ねて、じゃあこれでいきましょうっていうのが流れになっていきますね。前にね、古町くんとやった時も結構違うよねって話したんですけど、ボイス取る場合とテキストアドベンチャーの時ってテキストの作り方ちょっと違うじゃないですか。そうですね。こういうの場合って発音した時に別の言葉に聞こえてしまうような言葉はなるべく避けたりとか、尺が決まってたりすると自分でストップウォッチ持ってやるみたいな、いわゆる台本の作り方みたいなのと、単にテキストアドベンチャーで下の窓にピロピロピロって出る時は割と気軽に長文書いてもいいし、振り仮名も触れるしとかっていろいろねありますけども、ボイス台本みたいな仕事もあるんですか？そうですね。以前に関わっていたプロジェクトでは喋るし、ムービーシーンの台本とかも作らなければいけない。そのセリフもシナリオライターが書くっていう形をとってましたので、気をつけてはいましたね。ゲームは字幕が出たので、ややこしい言葉であっても読めるっちゃ読めるんですけども、口が回らないような言葉口回らないとかね、聞いた時に他の意味に聞こえちゃうような言葉だとか、そこはね気をつけたりしますよね。キャスティングとかまではやらない感じ。キャスティングはやっぱりディレクターさんとか、ディレクタープロデューサーですよね。音声収録は立ち会ったりするんですか？シナリオライターが行くことはほとんどなくて、僕1回だけ行ったんですけど、その後コロナ来ちゃって。声優さんの会とかでもね言ったんですけど、コロナの間は本当に部屋にね2人とかしか入れないみたいになると、本当主要な人しか、あとオンラインでディレクションするみたいな僕もやったことありますけど、僕はシナリオ書いてそのまま音声収録まで立ち会うことが多くて、尺が溢れた時とかにその場で書き換えてくださいみたいな時にライターが横にいるとその場で書き換えて、しかももう台本のデータもみんなが見えるところで共有してたりすると、そこでね整合性合わせたりっていうことができたりするので、ライターなんか入ることもねあるのかなと思いますね。僕が行ってた現場ではリーダーが同行してて、じゃあその人がやってるってことですよね。テキストのチームも結構ね人数いる時ありますからね。大きい MMO だとか RPG でもサブクエストが大量にあるやつとかだと到底一人で書けなかったりするので、逆に一人で書く方が楽ですよね。共有用の資料とか作んなくていいじゃないですか。全部僕の頭の中にあるから大丈夫みたいな。基本的にはメインシナリオライターさんは一人ですね。ここを複数いると大変なことになってしまうので。そうですね。ややこしいことになりますしね。ゲームに組み込まれて実機で触ったりとかするんですか？します。やっぱりテストプレイとかしなきゃいけないんですけど、シナリオって工程の中ではかなり前の方にできるので、その後にグラフィックが載ったり音楽載ったりゲームシステムが載ったり戦闘入ったりとかいろいろ加わってって、その後で実機で見るって感じですね。結構そこ間空きますよね。かなり空きますね。シナリオ書き始めてる時って僕も何本か経験ありますけど、ゲームシステム全く決まってない時とかに大体書き始めるじゃないですか。なんならキャラデザインもほぼほぼ決まってないみたいな状態で、こいつは多分イケメンなんだろうなとか思いながら書いたら意外とそうでもなかったりとか、あれ結構年配だみたいなこととかあって、後でちょっと調整かけたりとか、ゲームのシナリオを書く上でこだわりとか、あと気をつけてることとか、こういうところは頑張るよねみたいなところってあります？専門学校でも全く同じ話してるんですけど、キャラクターって架空の存在なんですけど、その世界では本当に生きてる人じゃないですか。ハリボテみたいな話にして生活感の感じられないテキストになるとすっごい薄っぺらくなっちゃうんですよ。お話を作るってなったら、このキャラクターたちが本当に生きてるよ。書いてないところでも彼らはなんかしてるんで、お腹空いたりとか、好きな人のこと考えてたりとかしているはずなんで、そういうところがちゃんと想像できるように出てきているシーンで活躍するのは当たり前なんですけれども、本当は見えないところでもいろんなことやってるよねっていう、そういう生活感とか空気感とか、そういうのが出るっていうのは自分の中のこだわりというか意識しているところではありますね。理屈ではわかるんだけど、結構難しい話してますよね。書いてる本人がそこまで踏み込んで想像することによって、本当に言葉の端々とかに、こいつっていつもはこうなのかなとか、いろんなことが浮かび上がってくるのがいいシナリオっていう感じですね。やっぱり理想としてはそこに
あとはシナリオが先にできてて、他の要素を組み合わせたら、あれちょっとイメージずれちゃったっていう場合もあるんですけれども、そういう時基本的にはやっぱシナリオを直すんですよね。修正コストの一番低いのはどこかって言ったらテキストなんですよ。それこそシステム直すなんてことだと大変なことになってしまうので、対応できるんなら文章の方を何とかしろっていう話には必ずなるし、なんでシナリオライターはある意味対応力は必要にはなってきますね。そうですよね。シナリオ書いてる時なんかよくわかんないから、うわーでっかいなーみたいな書いたら、実際あんまでかくないみたいなね。違う言葉に書き換えるとか。それはもちろんね、テキスト直す方が早いから、テキスト直す。ボイス取っちゃうとね、ややこしくなってきたりとかね。そういう時は、ボイス取ってないところのテキストで何とかするっていう場合もあったりもします。今、リテイクみたいな話ですよね、それって。ある会社の社内にいるライターさんだったら全然いいと思うんですけど、発注受けてっていうパターンだと、リテイクってどういう扱いになることが多いんですか？大体は1ヶ月単位とかでお仕事、分量とか切られてて、1ヶ月で上がったものを成果物っていう形で納品っていう、そういうシステムで大体回るんですけれども、初稿を上げて、発注元の監修が入るんですけど、初稿で OK なんてことは普通ありえないので、ここで修正、リテイクっていう言い方をされたりもするんですけれども、1回は必ず直すっていう。第2項、第3項、第4項って行く時もあるしっていう感じですけど、文字数で単価決まる時ってあるじゃないですか。昔そうでした。昔そうですよね。ちょっと古いですよね。まだね、たまに見ますけど、僕が一番嫌いなやつなんですよ。そうですね。文字数でいくらってなっちゃうと、だだ長い文章を書いた方がいいじゃないですか。ここのシーンは表情だけ悔しそうな顔して、って言えばいい話なのに、それをなんで俺は悔しいのかみたいなことをダラダラ喋り始めた方が金額が高くなるっていうのはあんまりゲーム制作において良くないなと。で、僕は昔から人月っていうかね、1ヶ月いくらみたいな感じで、自分がプロデューサーだった時もそういうことやってたんですけど、でもまだ見ますよね、たまにね。でもだいぶ減りましたね。だいぶ減りましたね。みんなそのことに気づいたってことですよね。同じことが続いてきたので、多分そうなってるはずです。そう、ゲームシナリオのね、世界も進歩してるわけですよね。そういうあんまり良くないライターさんもなんでしょうね。それでやっちゃうとリテイク何十回やっても文字数変わらないから、遅延もその後ね、収入なくなっちゃうと、やっぱライターさんも食べていけないですからね。シナリオの仕事を選ばれているということは好きだと思うんですけど、そのシナリオの仕事の楽しい部分とかやりがいみたいのってどの辺に感じられたりします？小説から入ったのもあるんですけど、多少の制約があるとはいえ、自分の好きな話が書けるのは変わらないんですよね。世界観とかそのあたりにお題といいますか、決まってるものがあったとしても、キャラクターが何をするとか、お話の流れで笑える方向に行くのかとか、泣ける方向に行くのか。いいシーンをポロッと入れますとか、かっこいいセリフ書いて、声優さんがこれ言ってくれるとか、そういうのとかっていうのはあるので、自分の書きたいものがある程度は当然書けるし、逆に書かなきゃいけないので、シナリオライターは、言われた通りのこと書いてればいいっていう話だったら、別にわざわざライター捕まえてくる必要もなくて、ちゃんとオリジナリティのある面白いもの書いてくれるから依頼してもらえてるっていうのもありますんで、そこで自分の好きなものを書いて皆さんに遊んでいただける。ゲームって感想いただける場がすごく多くて、小説とかだと読んで、今 SNS とかでも感想を上げてくれる人もたくさんいらっしゃるんですけど、ゲームはすごいですね。リアクションがすごく大きいので、そのあたりでシナリオここが良かったとか、このセリフかっこよかったとか、そういう話っていうのがポツポツ聞こえてきたりもするので、それはもう本当に嬉しいですね。やっぱり反応をもらえるのが嬉しいし、照れる時もありますよね。自分が書いたセリフだったりすると、声優さんが読んでくれたりすると、思った通りになったなとか、逆に裏切ってさらに上行ってくれたなとかね、ありますしね。楽しい仕事です。ゲームのシナリオライターの仕事についていろいろお聞きしてきたんですけども、今度はシナリオライターになりたい人って目指してる人って今いると思うし、門戸は割と広くなってきてますよね。オンラインですぐ公開できたりするシステムもいっぱいあるから、思い立ったらいきなりデビューじゃないけど、とりあえず作品の発表自体っていうののハードルって、昔だったら新人賞とかに応募とかしないとみんなに読んでもらうことって不可能でね、家族とかぐらいにしか読んでもらえなかったですけど、今はね、不特定多数に発表する方法いっぱいあるので、目指してる人も多いかなと思うんですが、先生やられてるのでどうやったらなれるのかなんて一言で言えることじゃないと思いますけど、実際どういうことを授業で教えられてるのかとか、あと学生のうちにね、どんなことやっといた方がいいのかとか、その辺のお話を伺いたいな。そうですね。実は僕も学校通ってた方で、小説を書き方を教えてもらうっていうことで、シナリオとはちょっと違ったんですけど、僕は今小説の学科ではあるんで
ですけれども、小説、シナリオとか、ストーリーの作り方、キャラクターの作り方とか、あとアイデアの出し方とか、いろいろ共通してることが多いので、そういうのを含めても全般的な話をしてますね。先ほどのキャラクターが生きてる人なんだから、作者の都合のいいことばっかりさせてたりとか、都合のいいことばっかり喋らせてたら、全然生きてる感じは出ないので、説明台詞ばっかり喋るキャラクターがいますっていうのは、ゲームシナリオでも絶対に罰なんですよ。当然ですけどね。なんで、そういうことにならないようにとか、ストーリーでここが盛り上がってる。ずっと盛り上がってると疲れちゃうので、ちょっと一旦休憩入れましょうとかっていうのの緩急のつけ方とか、あとアイデアとか、そういう全般的な話をしてますね。シナリオライターになりたいっていう、この業界に入っていきたいっていう若い人とかいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、正直技術論はですね、基礎的な部分で十分なんですよ。普通に日本語文章を書けますとか、文字数決まってるんで、本当は短い文章を書くっていうのが必要になってくるんですけど、そういうのは後で練習すればできるんで、僕が一番大事だと思ってるのは、今の若い人は今の作品に触れてください。本当に。最新のものってこと？もう今のゲームであったり、アニメであったり、映画であったり、今だったら動画もたくさんありますし、エンターテインメントのコンテンツっていうのは、今の若い人向けに作られているので、一番制作現場が欲しいのは、その若い人からのフィードバックが絶対欲しいに決まってるんですよ。僕らは正直ターゲットの年齢層から結構上に行ってる。その人たちが作ってますんで、やっぱ分かんないですよ。受けると思ってますけど、受けるかどうか分かんないので。そっか、授業するの難しいですよね。僕が授業急にやれって言われたら、自分が幼少時代とか大学生ぐらいまで育ったコンテンツのことをどうしても喋っちゃうし、例としてあげちゃうんだけど、同じガンダムでも僕らのガンダムと今のこのガンダムって違うガンダムがど真ん中にいるじゃないですか。シードでも30代でしょ、この間20周年ってことは、もう今の20代のことを喋るときに、シードは例えとしては古いってことですよね。って考えると、もう僕らファーストぐらいの世代だと、何言ってんだこのおじいさんっていうぐらいの感じになっちゃうと思うので、そういうところはね、僕もいろいろこういう仕事してるので、気をつけている部分ではあるんですけど、これはもう本当意識しないと無理ですよね。無理だと思いますね。おじさんたちがどんだけ若い人のつもりになって、めっちゃ楽しいと思っても、若い人が本当に楽しいと思ってる気持ちには絶対かなわない。かなわないんですよね。今まで蓄積しちゃったものと比べちゃったりとか、新鮮な驚きはなかったりとか、うおーすげーってなった時にね、おじさんたちってなんか横からもうこの技法は一般的だけどねとかって言いたくなるけど、そうじゃないって話ですよね。わかるわ。若い人たちが楽しいと思うこととか、ここが良かったっていうのを持っといて、それを現場に持ってきてくれると、こっちとしても待ってましたって感じなんですよね。これ脱線しちゃうんですけど、逆におじさんたちって若い人の今の感動を理解する必要があるっていうところで言うと、どうすればいいんですかね。僕もなかなか試行錯誤してるんですけど、絶対に心がけてるのは、良かった探しですね。おじさんになればなるほど悪かった探しすっごい簡単になるんですよ。それは確かにすごいいいヒントかもしれない。あそこが惜しかったなとか、批評家っぽくなるじゃないですか。そうじゃなくて、うおーここが熱いっていうところをなるべく探して、ちょっと自分焚きつけてもいいから楽しむみたいなのは大事かもしれないですね。そうやってポジティブに受け入れることは可能な限りやろうとは思ってますね。やっぱこの年代差って TRPG 業界でも結構同じで、僕ら多分始めた頃ってみんな20代か10代みたいな狭い年代層で遊んでたのが、それがだんだん広がってきて、今50代から10代までいるってなると、共通言語も違うし、活躍するっていう概念自体もね、ちょっとずつ違ったりするっていうところ、シナリオだってそうですもんね。そうですね。よく言われるんですけど、最近の主人公がどうこうで、俺らの頃はとか言っちゃうんですけど、違う。今の子たちはそれがいい、何か理由が必ずあるので、全部はちょっとつかめんけど、でもここは良かった。いやー、言ってるわ。結構は、炭治郎くん喋りすぎないよってずっと言ってたもん。そう思っちゃうんですよ。僕らの年代だと、もっと表情だけの演技とかで、こういうこと感じさせればいいのに、全部言うじゃないですか。なんでだろうって思うんだけど、それにはちゃんと理由もあるし、それが今流行ってることにもちゃんと理由があるんだよっていうのを、真摯に受け止めなきゃいけないし、悪かった探しじゃなくて、良かった探しするといい。ああ、勉強になるな。さすがです。そういうね、若い人にっていうのも含めて、今後ね、冒険デジタルクリエイターと人を増やしていくこともあると思うんですけど、こういう人と一緒に仕事していきたいみたいなところを含めて言うと、どういう人材が欲しいとか、こういう人たちが活躍できるんだよな、みたいなのってあったりします？一応まだ小さな会社ではあるんで
ですけれども、ゆくゆくはいろいろやっていきたいっていうこともあると思いますし、先ほど言った通り若い人たちの力は必ず借りなければいけないっていう時が来ますね。同じ年代のおじさんばかり集めてやりやすいんですけど、それでいいわけないので。ってなった時に欲しい人っていうのは、技術って本当に最低限でいいと僕は思ってて、それよりも独自の視点を持ってる人が来てくれると嬉しいなとは思いますね。独自の視点ってどういうことですか？一言で言うと難しいんですけど、ヒットした作品であれ見たっていう感想を言い合った時にちょっと変わった意見とか出てくると、こちら側がね気づいてなかったキャラクターの声とか良かったですとか、背景のここの書き方が良かったです、これちょっとグラフィックの方になっちゃいますけども、でもそういったところとか、極端に言うと個性があるといいっていうところはあるんですけど、悪目立ちするのは絶対に良くないので、違っていればいいわけではないんですよ。変だったらいいって話じゃないってことですよね。そうではなくって、違った方面から別の角度から見て興味が惹かれました、面白かったです、ちゃんとど真ん中からも評価できるけど、別の視点も追加で持ってるみたいな感じだといいですよね。こっちからしか見れないだとね、視野狭いですしね。そうなんですよね。そのためにはいろんな本読むとかもあると思いますし、いろんな経験をすることなんですかね。あとは今までの話と矛盾してるところもあるんですけど、他の人とは違うことをもういつも考えているっていううがった見方をしているとか、他の人が考えていることとはあえて違うことを考えてみるとか、僕関西にグループ SNE さんにお世話になった頃とかで、だいたい10年ぐらい住んでたんですけど、これ極端な話ですけど、関西の人ってご飯食べる時に一人がなんとか定食頼みましたってなった時に、同じの頼もうとしてるら、かぶったら変えよって言うんですよ。変えるね。わざわざ変えるんですよ。特に別にいいのにね。全員同じもの頼んだっていいのに。かぶってもいいじゃんってなるんですけど、意外とこれクリエイターに必要な姿勢じゃないかってちょっと思ってて、主人公とヒロインがいますよ、この2人で恋愛ものの話作りますよっていう時に、いや王道だとかぶるもんなっていうので、いちいち違うことする。確かにね。TRPG なんかでね、同じパーティーに高慢なエルフが2人いたら嫌だねみたいなのあるじゃないですか。エルフが2人いるにしても片方は高慢で片方はこうとかね、分けたいねみたいな、そういう感覚ってことか。そうですね。作品の感想とかっていうのでも、主流の意見っていうのは必ず出てきて、それはそれで受け止めないとまずいところなんですけど、もし自分がそれと違うとこ見てるっていうこととか、自分の意見とちょっと違うってなるんだったら、闇雲に否定するのは全然良くないんですけども、自分はじゃあなんで違ったの？なんで別の方向からこういうふうに思ったのかとかっていうのを分析できるといいですよね。なるほど。欲しい人材っていう意味で言っても、チーム内に全員同じ見え方の人が10人いてもあんまり広がりないけど、全員がちょっとずつ違う見え方すると、最終的な作品は奥も深まりますし、分厚いものが作れるっていうのはありそうですね。喧嘩しちゃうレベルだと困りますけどね。今とんがったところと得意分野みたいな話あったと思うんですけど、諸口さんってどの辺が得意なんですか？得意って言われると、僕はライトノベル、14歳の中学2年生の頃ライトノベルが出てきた頃、スレイヤーズが直撃した世代だったので、もう一世代前は踏んでない？ロードス、踏みはしましたよ。その頃はまだ小学生とかで、後でライトノベルとか知った後にロードスってあるんだっていうので、後から見に行った感じかな。ファンタジア文庫とか電撃文庫とかができた頃、その辺の自分の原点みたいなところも面白いですよね。同じ原点の人ってこう話あったりするけど、3年ずれてるだけであれなんか全然違うぞみたいなこともあって、僕たちの世代ってデジタルゲームがずっと進化してきた時代で、そうなんですよね。僕らの世代しか知らなかったこととか、体感とか、物心ついた時にインターネットがすぐ来てとか、コンシューマーゲームも結構出ていた時期っていうところもあるので、僕らの強みは僕らの世代の強みであるので、だからこそいろんな年齢層で組み立てられたチームでシナリオを作った方がいいですよね。どうしてもね、ディレクターとかある程度旗振る人の意向っていうのに左右はされますけど、その中にね、いろんな個性がね、入ってくると面白いよねっていうところだと思います。諸口さんね、いろいろお仕事されてると思うんですけど、それこそ先生もされてるんですけど、直近の仕事でどんな仕事やったみたいな、なんか言える範囲で。オンラインゲームのゲーム企画に関わってて、メインシナリオライターさん別にいたので、僕はサブで OVNPC のセリフとか街歩いてる人とか、あとサブクエストとか全般的に請け負ってたんですけど、その時にサブクエストめちゃくちゃあったんで、たくさん作って、キャラクターってすごいいっぱい作んなきゃいけなかったんで、結果的に百何十人か作ったんですよ。NPC というか。はい、そうです。ビジュアルはね、モブの人たちなんでそんな個性的ではなかったんですけど、そうなるとセリフで個性出さないと誰が誰か分からなくて。まさにさっきおっしゃってたような
な生活感みたいなのを足さないと、単に事務的にここはなんとかの街だよみたいなおじさんになっちゃうので、街の名前を言うにしても地域によってちょっとずつ違うとか、設定組んだりとかってしたいですもんね。僕が西洋風ファンタジーをもともとラノベルも書き始めたこともあって、その作品もファンタジー世界の話だったんで、商人って言ってもいろんな商人がいるわけで、食べ物売ってる人、パン作ってる人、鍋売ってる人、あれこれあったりもしますし、街行ってる可愛い女の子がいたとしても、その子たちもいろんな職業があったり、手紙の代筆屋さんとか作ったりとか、機械の修理するエンジニアみたいな子を作ったりとか、100人もいるとやっぱ変なキャラとかも入れたくなってくるんですよ。口うるさい、いちいちギャギャ騒ぐキャラとか、チャラ男とか入れたりとか、なかなか書かないキャラクターとか入れたり、これ小説とかだと難しいんですよ。ゲームでサブクエストでちょろっと出てくるだけなんで、特定されちゃうかもしれないんですけど、食肉解体屋の女の子を作って、その子が肉大好きなんですけど、家畜を愛するあまり、家畜がモンスターに食われると、性格が表現して、モンスターぶち殺しに行くっていう。変なプレイヤブルじゃないんですよね。NPC なんですよね。その子と関わる話の中で、プレイヤーの皆さんはその子にまつわる騒動が起こるので、その中でクエストでちょっと頑張ってね。じゃあクエストを吐き出すきっかけにはなるって感じですね。NPC もクエストを吐き出すだけじゃなくて、プレイヤーに覚えてほしいですもんね。なんかああいうやついたなとか、あのおばさんがいるあの街ねって言ってもらえたら勝ちみたいなとこあるじゃないですか。そこがあんまり主張しすぎてもね、あくまで NPC だからっていうね、ブームをわきまえつつ、良いところに落とすっていうのは、引き出し多くないとできないし。そうですね。そのあたりは経験とかは結構生きたかなと思って。なるほど。面白かったですね。僕もカードゲームやってる時に、カードになるキャラを次々足していくから、女の子のキャラとかでも、ヤンデレ3人目なんか、ヤンデレの中でも種類を変えていったりとか、いろいろしていくとね、キャラのバリエーション1000本ノックみたいなところあったので、あの経験がね、3年前ぐらいにやったソーシャルゲームでも、あの時絞り出しといてよかったみたいな、どんどん仕事やってった方が、ね、経験値は進めますよね。僕も我流でいつの間にかシナリオライターみたいな顔してますけど、実際どこで勉強したかっていうと現場で勉強したなっていう。そうなりますよ、やっぱり。さっき諸星さん言ってて確かにそうだなと思ったのは、技術後からついてきますね。本当です。1000本ノックじゃないですけど、そうですね。つかなくなるんで、結局レベルは上がっていくんですよ。どっちかっていうとそういうアイデアを出すコツとか、そっちですね。引き出しみたいなところが多い方が活躍しやすいのかな。いや、めちゃめちゃ勉強になりました。ありがとうございます。はい。というわけでいろいろお話伺ってきたんですけども、今後ね、冒険デジタルクリエイトとして、もしくは諸星さん個人としてでもいいんですけども、野望とか3年後、5年後、10年後、どうなっていたいみたいなことって何かあったりするんでしょうか？冒険デジタルクリエイト、まだ1年半ぐらいかな。今はゲームの受託開発という形でご依頼いただいて、それに対応してテキストであったりとか、運営を行ったりっていうので、高いクオリティで、それをお返しするという形で動いてはいるんですけども、ゲーム制作を掲げている以上は自社制作、自社タイトルは作りたいですし、僕はロールプレイングゲームで育ってきてるね、ドラクエ、ファイナルファンタジー、ゼルダ、テイルズ、グランディアとかいろいろありますけれども。まあ僕らの世代がちょうど1から全部終えた世代ですもんね。もうちょっと後ろの世代って生まれた瞬間に5でしたとか、初めてやったのが6でしたみたいな人と違って、そういう意味では幸せに、デジタル RPG の変遷は初期から見れた世代ですもんね。そういうので、ビッグタイトルにまで育ってあげられたり、自分のところからおー、でかい。いやー、でもやっぱね、夢見ますよ。まあでもね、ファミコンの時代のドラクエとかだってかなり少人数で作ってますし、そういう意味でもね、夢物語じゃなくて、大きいことってできるんだなと思います。技術もね、どんどん上がってますしね。今でも少人数制作で、天水の桜姫とか出たりしてて、大きなヒット作につながったっていうのは夢がありますし、だったら僕らもやりたい。そうですね。かつてはね、自分でプログラミングもして絵も描いて、で結構ハードル高かったですけど、ユニティだとかね、アリアルエンジンとかエンジンがあるので、キャラとりあえず出して動かすぐらいのところまでは、割ともう小学生でもできちゃう。そこにね、プラスして自分でどういう付加価値つけていくのかとかってところができるといいっていう意味で言うと、ゲームの開発してずっと高騰してきた歴史だと思うんですけど、今またちょっと下がり始めてると思うんですよね。ゲームエンジンだとか、AI をうまく活用してコードを書くの手伝ってもらったりとか、いろいろできるので、僕らみたいなちっちゃい会社のね、活躍の場とかとんがったゲーム作ればチャレンジできる。8番出口とかもそんな感じじゃないですか。あれ一人で作ってますもんね。あれもやっぱアイディアはすごい。アイディアプラスエンジンと素材なんかも買ってきて組み合わせてっていう感じだと思いますけど、僕も似たような立場なので、お互い頑張りましょう。よろしくお願いします。というわけでね、あっという間にお時間になってしまいました。
諸瀬さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあね、実は諸瀬さんとは結構前から知り合いなんですけど、そうですね一緒にプロジェクトやったことはないですよね。また機会があれば一緒にお仕事ぜひさせていただければと思います。ぜひよろしくお願いしはいま。す。最後にですね、冒険デジタルクリエイト、諸瀬さんにお仕事発注したいという時はどこに連絡すればいいんですか？はい。弊社、申し訳ありません。ホームページがまだ間に合っておりませんですけれども、グループ会社母体である冒険企画局のはいホームページがありまして、そちらにお問い合わせページありますはい、ので、フォームがありますので、ありますねそこからご連絡いただければ、冒険デジタルクリエイトの方にもなぜか連絡が届いてしまう。まあ、母体が一緒ですということなので、そうですそのリンクも説明ページに載せておきますので、もしご興味あればそちらの方を確認していただければと思いますよろしく。お願いします。はい。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方などゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。面白かったなという場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。また、こんなテーマの話を聞いてみたいなどリクエストございましたらコメント欄にお願いします。これね、定型で言ってますが、本当にコメント欄に書いていただいたら頑張ってそれやりますので、ぜひ書いていただければと思います。ではまた次回をお楽しみに。さようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。